着物ドレスアーティストの、勝利さんにお話を伺いましたが、続いて、ヘアメイクアーティストの美智子さんにお話を伺いたいと思います。吉田特会拍手でお迎えください。美智子さんお願いします。一番初めにですね、ライブをするってことになって、着物のドレスのしおりさんとじゃあ一緒にやろうっていうふうになったんですけれども、ですね、今回そのしおりさんとですねの紹介で美智子さんがヘアメイクご紹介くださって、初めはですねヘアメイクのことを正直あまり考えてなかったんですね、私も。でも実際に、何回かライブをやって、毎回違うですねヘアメイクをしていただいて、なんかヘアメイクすごいぞというか、だいぶ印象が変わるなっていうので、改めてなんていうんですか、インパクトというか与える影響をすごく大きさを感じているところです。でそうですね。なのでまずこんな美智子さんにお話を伺っていきたいと思いますが、はい、ですね。今ですね、結構濃いメイクをしていて、普段ですねこんなメイクはしないですよ。いわゆる舞台メイクっていうことなんですけれども、まず日常メイクと舞台メイクがどんな風に違うのかというところをちょっとお伺いしたいと思います。皆さんはじめまして、みちこと言います。今日は本当にありがとうございます。あんまり表に出るより裏方大好きという自分なんですけれども、今日はちょっと思いを伝えて、やっぱりこうやって表に出る人が輝いてくれるっていうのを前面にも話せてきたらなと思っています。舞台と普段の違いということで、やっぱり舞台であれ表の出ない人であれテーマが大事なんですけれども、舞台はそのゆきさんでいうところのそのシャンソンの素晴らしさとか、今日はロックを掛け合わせているのでまた貴重な機会なんですけど、その掛け合わせた時の化学反応を倍増させたいっていうところに重きを置いているので、それをやっぱ舞台ならではということで、そこをヘアメイクでどうやって倍増させるかっていうところですね。大きな違いはやっぱり学んできた技術というのもあるんですけど、その方の骨格とその人の色にですね持ってらっしゃる個性を掛け合わせて表現したいところの邪魔になるものは排除して出してほしいところはさらに誇張してという感じになるんですけれども、なのでもその都度その都度その方でやることは違ってきちゃうんですけど、ゆきさんという個性と今回のこのシャンソンロックっていうことを掛け合わせると、やっぱりそのゆきさんの線の細さと繊細な女性らしさというのと、女性の持っている面白さだったりかっこよさっていうのとロックで掛け合わさるということで出すと、この方にしか出せない女性美を出したいんですよね。なので技術の話になっちゃうとやっぱり持ってらっしゃる似合う色があるので、それを線と掛け合わせてあるところということで、やっぱり着物のこの赤黒を基調にして骨格のその細さだったりとかを潰さないように、やっぱりその女性らしさを出したベースメイクですね。やっぱり細すぎるので細すぎてはいけないっていうところがあって、この辺がやっぱ細さを出しすぎると寂しさになってしまうので、やっぱその辺をこうトーンを上げてベースメイクでコンシーラーとかを使って上げていって、そのパーツの表現するそのことですねを前面に出せるようにベースメイクでその機械を作ってたりポイントメイクで表現するみたいな感じで作りましたね。なるほど、ありがとうございます。結構ですね、こうやってすごく考えてくださってやってくださってる。じゃあ、具体的にどうするのかっていうところがあると思うんですけど、皆さんの実際の本当にねすごくてですね、例えば今日なんか例えばベースとして今日は
紫色のベースを仕組みますねとかっておっしゃってたんですけど、この間の時は着物が間違ったので多分別だったんですよね。なのでその今おっしゃるように、もし私じゃなくて別の方が舞台に立つとしたらまた別の方に合うように、その方が輝くように引き出して、でまたそのテーマに沿ってっていうのが一番大きなことを考えてやってらっしゃるのかなと思うんですけれども、今ね私でしたら、ここが細くならないようにとか、なんかそういうことをねおっしゃっていただきましたが、ありがとうございます。着物、普通の、着物に似合うメイクとかってそういうのっていうのはあるんでしょうか？はい、そうですね。やっぱ着物の良さが伝わるのが一番大事だと思うので、着物に似合うってなると、その日本の美しさっていうのが掛け合わさってる色味だったり質感っていうのが着物に似合うのかなと思うので、ジャパニーズレッドとかジャパニーズブルーとかブラックくすんとか、だ感じですか？ではなく、ですね、深みがあるというかですね、深みがあったり、赤でもこういうこの朱赤っていうのがもともと日本の赤だったり、青っていうもののそのペールブルーとかではなくて、そのジャパニーズブルーって言われるその濃ゆい深さのある灰色みたいな。日本の特有の色素とかいうのがあったりするので、そういうのが似合うかなって思うので、着物と掛け合わせたりはするんですけど、やっぱりちょっとそういうなんていうんですか、ニュアンス伝えたいイメージが逃げないように、その着物が例えば違う洋風の着物だったり使ったりしても、その日本らしさっていうのが逃げないように表現したいテーマはその色に沿ってそっちに寄るようにっていう感じで。もしあれでなんかこれ参考になりそうですね。もし着物を着るときに、ちょっと深みの色を使ってメイクをしたりとか、もしあれば藍色だったりとか、ちょっと日本の和の色をですね取り入れてというような感じでしょうかね。ありがとうございます。今日のですねヘアメイクのポイントをお伺いできたらと思います。はい、そうですね。今日がロックとシャンソンの掛け合わせているので、やっぱりその女性らしさがシャンソンのやっぱり一番いいところかなと思ったり、ロックのその強さだったり人間臭さみたいなとこだったりっていうのがあると思うので、黒と赤のこのメリハリに沿わせてサイドをしっかりタイトにして、反対側ちょっと動きがあったりとかしてるんですけど、そういうのでそのシャンソンの線の細さ、ロックの強さみたいなのが表せてるかなっていう思いますね。なるほど、ありがとうございます。先ほど着物でですね、赤と黒の色の対比っていう話がありましたけれども、あとこちらの黒いこのへこ帯の柔らかさと着物のこうタイトにしたこう硬さと柔らかさっていうのがありましたけど、髪の方でもね、こちらの今タイトにしてこちらふんわりっていうことで、髪の方でもやっぱ対比の方を意識されていらっしゃるんだなと思って改めて思いました。ありがとうございます。今私、長い方なんですけれども、なかなか普通の、洋服着てるのもそうだと思うんですけど、ショートだったりとかなかなかアレンジが難しかったりしますよね。着物とかで、ショートだったりとかボブの時に着物でなんかおすすめのアレンジとかってあったりしますか？ありますね。やっぱり押さえてほしいポイントが、今日もお着物着てくださってる方がいらっしゃってて、ぜひ参考にしていただけたらと思うんですけど、やっぱり洋服と着物の違いを抑えるところもあって、洋服はラフだったりとかですね、線の自由さがありますね、形に。でも浴衣だったり着物っていうのは高さを出すところとしっかり線を出すところとあったりして、どっちかというとその形が大事なんですけれども、髪の毛も同じで全部ふんわりではなくて、ふんわりさせるけど、やっぱりゴールデンポイントって言われるんですけど、この頭頂部です。頭頂部より後ろと言いますかね、この頭頂部とこの襟足の中間のここゴールデンポイントっていうんですけど、ゴールデンポイントを高くしてくださるように作るってことが、どんなスタイルでもショートであってもボブであっても、もうちょっと高く作っていただいて、締めるところを締めるという、襟足だったりこのフェイスラインだったりネープラインをちょっとこう絞ってタイトなちょっと感じに。押さえて作ってくださるのが大事かなと思います。ありがとうございます。結構
貴重なお話ありがとうございます。いいアドバイスですね。ここを出してっていうことですね。あとはタイトにしてありがとうございます。ヘアメイクということでヘアとですねメイクを担当していただいてるんですね。で髪型を変えると確かに私もヘアメイクそんな意識はしてなかったんですけど、やっぱ印象が変わることに驚いて、でもね結構髪型変わると印象変わるって確かに言うななんて最近思ってたんですけど、ヘアとメイクでどちら印象大きく変わるっていうのはどちらなんでしょうか？それは結構はっきりしていて、髪型で8割の印象が決まって、あとメイクで2割という感じなんですね。なのでちょっと時間がないから、今日着物着ていくけどどうしようって時には髪の毛の方に時間を8割使ってもらって、メイクの方は2割に使ったらいいのかなとか。そうなんですね。髪の毛が8割で、そのテーマですね、その日はしっかりきっちりしたいって思ったらきっちりできるのが髪型の方でできて、あとはニュアンスがメイクでできるという感じでしてくださると本当に綺麗です。やっぱりメイクを8割にされて髪の毛2割にしちゃうとちょっと強いんですよね。なるほど、はい、なんかこれは私結構いつもですね時間がないってメイクしっかりとかって思ってたりしたので、部屋は適当にですねなんか感じだったので、部屋が8割でメイクが2割っていうのはだいぶ今ですね、今までの固定概念思ってたのとだいぶ違っていいお話が聞けたなと思いました。皆さんなんか決めたい時は髪の毛の方に気を使うといいみたいですねありがとうございます。で最後にはですね、ヘアメイクが例えばですね、私も今日着物を着させていただいてヘアメイクをさせてもらった後にですね、なんか気持ちがシュッとやっぱり入っていくんですよね。でヘアメイクをされてて、そのお客様のされてる中でなんか変化があったりとか、そういうのを感じる瞬間っていうのはありますか？ありますね。やっぱり最初にお話をその方とさせていただくのが必ずあるわけなんですけど、どんな風にしたいかっていうのとお話ししていく、そこが一番もう重点的に喋るので、そのテーマに沿ってそこをちゃんと守って仕上がった時のその方のちゃんと沿ってるっていう、シャンソンを伝えたい、お着物を伝えたいっていう思いがある思いがちゃんと前面に出てる感じで整ってると良かったというか、その自信持っていうお顔に変わったりとか、表情が変わるんですね。ですね、やっとその一歩前に出るようなその方のお気持ちがっていうところがあるので、それが見たくてやってますね。そうなんですね。なんかやりがいというか本当に仕事ねやってらっしゃることが感じられる瞬間なんですね。ありがとうございます。ですね先ほどもお知らせいたしました。この今日はですね音と絹と美の奏でる物語のプレトークということでライブ前にお送りしておりますけれども、10月5日と11月30日に体験ワークショップとしてですね、実際にはじめシャンソン、着物ドレスヘアメイクという形で体験していただくような形になっています。ちょっとみんなモデルさんもいらっしゃるので皆さんに体験とか、見ていただいてというような感じになるんですけれども、なんとですね今まだヘアメイクのモデルをですね10月5日と11月30日に1名ずつ募集しておりますので、もう全然年齢問わずですね、若い方でも、年齢のいってらっしゃる方でも全然構いません。やってみたいという方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ、グラインドミュージックそちらのチラシの方をお貸しておりますので、後でお持ちのない方は送っていただけたらと思うんですけれども、グラインドミュージック宛てでも構いませんし、お電話でもよろしいです。インスタの DM でも構いませんので、ぜひご連絡いただけたらと思います。ありがとうございました。ヘアメイクアーティストの、みちこさんにお話を伺いました。みちこさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。